セゾンカード TOKYO HOT 100、ただいまの時刻は1時46分、ではここで注目の海外アーティストのインタビューをお届けしましょう。今日はまだ日本にいらっしゃるんでしょうかね。先日ライブを行ったこの方です。 Hello? Hoo-hoo. Hey. 完璧ですか? Hello, listeners of J-Way Tokyo Hot 100 and Chris. I am Aurora. はい、Thank you very much, Aurora。はい、オーロラさんね、完璧ですかっていう。すごいですよね。どうですか、その挨拶。おー、井上、完璧困っちゃいますよね。はい、ということで、今回はノルウェーのシンガーソングライター兼音楽プロデューサー、オーロラへのインタビューをお届けします。彼女が音楽を始めたのは6歳の頃で、友人がアップロードした音源をきっかけに、2013年、若干17歳の時にデビュー。そして2019年公開のディズニー映画アナと雪の女王2では不思議な声役として声の出演を果たし、劇中歌 Into the Unknown にもフィーチャリングで参加しました。で、今やケイティ・ペリー、ビリー・アイリッシュといった大物を虜にするアーティストである、というふうに言われています。そんなオーロラ、おととい2月17日金曜日、豊洲ピットでライブを行いました。前回の来日公演はまだパンデミックの影響が大きかった2021年。今回の来日で東京の街の様子を見てどんな印象を持ったか聞いてみました。 A lot has happened in the city. A lot of it's really changed. It's wonderful. And also I see it's beautiful to see people else again. 前回と違って街の中でいろんなことが起きていることに気づいたの。とても変わったと思うし、ワンダフルだと思ったわ。たくさんの人が街に出ているのを見て、とてもビューティフルだった。ここ数年、みんな本当に大変な時期を過ごしたので、街の雰囲気が明るくなっているのを感じたの。いろんな制限を強いられてきた中、人々がまたつながり合うことはとても大切なことだと思うの。そしてより良い未来に向かっていることを感じられて、とても良かったわとコメント、してくれました。そうなんです。前回オーロラが日本を訪れたのはもうパンデミック真っ只中といいますか、2021年の、9月に行われたスーパーソニック。その時はなんと外に出ず5日間ホテルで過ごし、16回ぐらいお風呂に入り、毎日6食食事をしてトトロのパズルをして過ごしたと。覚えてます。あの時そうですよね。もう成田からそのままドーンとこうホテルに入ってと、なんか温泉に来たような感じですよね。温泉に行ったらな、やっぱり温泉お風呂入って飯食ってその繰り返しですもんね。で、今回はライブが終わったらゴールデン街でカラオケをしたいと語っていました。もう大人気ですね、ゴールデン街ね。さて、オーロラの音楽、とても透明感があり、幻想的なイメージ、がありますが、その音情といいますか、音形ですかね。ノルウェーや北欧の情景が、浮かんできますが、ツアーで世界を旅し、訪れた場所にインスパイアされ、作られた曲などあるのでしょうか。 I wrote Cure for Me, for example, after a trip to Brazil, because there it's been a lot of すごい素敵な声ですね。喋り声もね、すごいチャーミングですよね。I wrote Cure for Me. たくさんあるわ。Cure for Me という曲はブラジルに行った時に、書いた曲なの。ブラジルのゲイコミュニティがとても辛い思いをしていると知ってこの曲を書いたの。自分の個性を変えるための治療薬は必要ないと思ったから。自分が誰でどんな人を愛するかは自由だし、どんな形でも愛そのものが世界をより良くすると思うの。だから誰かを愛するということを強制的にやめさせることはとてもクレイジーなことだと思うの。私の曲は世界中にインスパイアされて作られているけど、どれがノルウェーにインスパイアされてできた曲かは聞けばわかると思うわ。うふふという、聞けばもう一目瞭然とか一鳥瞭然ということなんでしょうね。ちなみにもし東京で育っていたらどんな音楽を作っていたか想像できますかと聞いたところ、とても静かな音楽を作ると思う。なぜなら音楽にはそこに存在しないものを補う役割があるからと答え、つまり東京はやかましいということなんですよ。もうざわざわしているという。でもわかるな。東京はすっごいざわざわしているけど、でもやっぱり深層レベルは静かな感じはしますよね。それがやっぱ東京なのかな。ともかくやかましいということですね。
では、話の中にもあった曲を聴いちゃいましょう。最新作 The Gods We Can Touch から Aurora Cure for Me。 はい、お送りしたのはオーロラで Cure for Me でした。非常にもうチャーミングの塊のようなオーロラですけれども、最後にベタな質問。オーロラは空に浮かぶオーロラを見たことあるんでしょうか？ Yes, I have. There was even aurora in Bergen, my city, which is not so far north, more も south ちろんあ than るわ。 Norway. 私が育った町ベルゲンでも見ることができるの。ベルゲンはノルウェーの西海岸の南の方にあって、とても寒くてたくさん雨が降る町なの。 In January, 実は次のアルバムのために作った曲の一つは空にオーロラが現れた時にできたの。本当に美しかった。 it was very beautiful. 一度はノルウェーに行ってぜひオーロラを見ることを勧めるわ。うまく説明できないけど、自分の心や人生観に何らかの影響を与えると思うの。とても美しい光が私たちの頭の上にあって、空の中でとても楽しそうに踊るの。とても美しいわと。こんな風にオーロラに言われるとね、もうノルウェーに行くっきゃねえなと。行くっきゃねえなと言いますか。行きたいですよね。ぜひね、見てみたいな。ちなみにオーロラは、これまでにオーロラを5回見たことがあるという。やっぱよく宇宙飛行士が地球をね、青い地球を眺めると人生観変わると言いますけど、なんか地上でもやっぱりオーロラを見るとやっぱ人生観変わるのかもしれませんね。ちょっと見てみたいですよね。ということで、この時間はオーロラへのインタビューをお届けしました。最後に日本語を勉強しているというオーロラに最近覚えたお気に入りの日本語で締めてもらいたいと思います。結構ライブでもこの言葉を連発していたそうです。そのままでいいのよと。あなたたちはそのままで完璧です。